グランドデジョンです。今回ナビ VS チャスマック E8 の対戦ですね。ちょっとね、順番どうなってるかわからないんですけど、チャスマックグループから多分 EA だけになっちゃいましたね。チャスマックゲーミングと GS の方がね、脱退して、GS の方はね、また別のところとね、契約結んでたみたいなんですが、チャスマック EA はチャスマック最後の生き残りのクランで、まあ EA の方もね、どうなるかわからないんですけど、はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やってみましょう。ヒロヤさん、スーパーバーバリアンですね。まあ、結構ラバル系の戦術がね、減って、突ビズ系の戦術っていうのがね、めちゃめちゃ少なくなったわけなんですけど、まあ、その代わりに台頭してきたのがこの戦術で、結構レジェンドリーグとかでも見るようになりましたね。普通にスーパーバーバリアン、スーパーアーチャー編成っていうところですね。クランジョのところを落としていって、まあ、突撃艦のね、仕様変更によってこのインビジブルの速度っていうのが大事になりましたね。罠じゃなくて、だけじゃなくて、防衛施設からのターゲットっていうのもしっかり確認してあげなきゃいけません。まあ、今回の場合はね、投石はそんなに近くないので、まあ、若干ぐらいならね、遅れてもマルチインフェルノぐらいしかね、攻撃は入らないところなんですけど、即座に落としてあげないと、投石のダメージだったり、迫撃砲、マルチ IT、まあ、地味にね、舐めてると、そういうところの蓄積でね、ダメージ入って、最終的になんか小爆弾とかちょっと拾っただけでもね、死んじゃうみたいなこともあるので、まあ、その辺大事になってきます。オーデン生き残ってるうちに始めていきましたね、ヒーローの方。で、足りないところを、まあ、スーパーバーバリアンで削ったりとか、まあ、援軍に対してはエレクトロタイタンが入ってて、で、見習いボーデンは今回はキングに使っていくような、まあ、ヒーローパートにね、入ればいいなっていう形ですね。タイタンを入れていって、まあ、スーパーバーバリアンもタイタンだったら、よりもタイタンだったら、リクスケルトンに対応ができたりとか、そういうところを考慮してるかもしれないですね。あとはサイド、スーパーバーバリアン。これ結構感覚的にはね、期間限定ユニットの、ロイヤルゴーストに近いです。ロイヤルゴーストラッシュみたいな感じに近いです。はい。バーチャ編成のロイヤルゴーストみたいな感じかな。まあ、ロイヤルゴーストよりは全然強くはないんですけども、まあ、やってること結構同じような感じで、無差別ユニットかつ端っこからしか出せなくて、まあ、姿は当然見えてしまうんですけど、レイジー状態っていうところで、まあ、その辺が違いですね。さあ、角の方にもテスラ出てきているんですけど、まあ、順番にスーパーバーバリアンでバラしてこういう風に出してあげればっていうところ。さあ、裏の方からはね、ゴレロイちゃん。このテクニックも結構強いですね。スーサイド勢が結構ゴーレムプラスのロイヤルチャンピオンを追加することも多かったんですが、さあ、大量のスーパーバーバリアン16体走り込んできて、えぐい。ウォーデン最後まで生き残ってますね。ナイス全開。はい、森尾さん、スーパーネクロですね。スーパーネクの採用はかなり久々に見た気がします。5-1ということで、マルチインフェルノを、まあ、6時の方おるか、上のどっちかおるかって感じですが、上のどっちかの方でしたね。おお、早くも、オーデン置いていって、そうか。6時の方はシューターでしたね。さあ、迫撃砲のターゲットは、ホグで釣りつつ、ババーチャで剥がしていくような形ですね。まあ、テスラのタゲも取ったりとか、で、キングがぶつかってるので、ここをストライカー処理してあげてというところですね。さあ、次しっかりバーバリアン。キングの処理とかすごい時間かかるので、こういったところってね、シューターに専念できる時間が取れるポイントですね。まあ、目をどっちに持っていくかっていうのが結構大事で、まあ、両方見れればそれが一番いいんですけど、食い火とかかなり繊細なさ、穴開けしてるとき、レイジ必要なときとかに、下側のシューターを一緒に見るっていうのはかなり難しいんですけど、今みたいになんか時間を作れるタイミングっていうところで、目を離すことができる。まあ、そのぐらいのなんだろう、プランニングまでできるようになったら非常にいいですね。たまにね、僕も意識したりします。10の頃とか結構考えてたかな。このタイミングならシューター目つけれるなっていう。シューター、俺ちょっと忙しいからちょっとあえて、VP の時間ずらそうかなとか結構ね、まあ、僕は考えてたけど、まあ結構考えてる人もトップ層だといるんじゃないかなと思いますが、まあでも一番ね、いいのはね、最効率に時間も何も加味せずやって両方見れるのがね、一番いいので、まあそれができればベストではあるんですけど、まあ、僕はどうしてもね、なかなか理想はそうは言っても実際どうだろうみたいなこともあって少しだけ考えてその辺のミス起きないようなことはね、考えたりします。スパネクしっかり今回はレイジがまだ一発残ってタウンホール付近に打ちたいって感じかな。トムもしっかり残ってますね。キングの方はここで干からびていきました。ここでレイジからのトム。ゴーデンの HP も落ちたし、ユニットがばらけるタイミング。このね、リクス編成のね、ユニットのばらけるタイミングっていうのはかなりトム打ちたいポイントの一つですね。タウンホールのところ、フリーズかけつつ、ちょっと防衛のクイーンがね、スーパーネクロを直接下げてしまってましたね。シューターからはスーパーガーゴイル。反対サイドは投石の方に、ここはストライカーも入りつつ、ロイヤルチャンピオンも入っていってというところ。
スーパーネクロこうやって久々に見ると強いですね。貫通していきつつ、対1クロスもここ一度止めてくれて、クイーンも黒く残ってるので、裏に一緒にロイちゃんとクイーンとね、能力解放で終了ですね。スパカゴも最後まで残って、ウォーデンのね、ライフオーラ入ると意外と HP も高くなりますね。強っ。あんまりスパネクのアタックって見ないけど、こうやって見ると強いですね。さあ、ナイス全開が、そうっす。やったーさん。僕の企画でもね、何度も出てくれてる方ですね。ヒロヤさんとやったーさんと。最初のね、ヒロヤさんのアタックでスーパーバーバリアン編成って、割とネタ編成とか、そもそもそういう編成があるのを知らなかった人たちもね、いるかもしれないんですが、そういったところもね、こんな編成があるんだっていうね、思えるポイントがあったかなというところですね。やったーさん今回はいつも通りというか、得意編成のスーパーボーラーですね。配置がボックス陣っていうところで、レジェンドとかでもやり慣れた編成を選んだんじゃないかなというところですね。ドリルセットしてるので、このドリルをね、どううまく使ってくるかって感じですね。スーパーボーラー編成でのドリルってあんまり見たことないんでね、特に結構シューターを対応してるイメージはあったので、キングに合わせてとかロイヤルチャンピオンに合わせてっていうのが基本的なドリルの使い方で、なんか単体で出すときは突イエティの延長版みたいな感じになっちゃうんだけど、そういう感じではなくヒーローとプラスでね、単独で仕事するかっていうと、それはそれでするんだけど、それよりは合わせて使った方がね、相乗効果もあって強いっていうところですね。ドリルの使用上、一貫攻撃を止めてくれるみたいなことがあるんでね。それに嬉しい人がいないといけないわけで、攻撃を止めてもらって、でもドリルだけだとドリルしか得しないじゃないですか。ここでやっぱ来ましたね。キングドリルでモノリスのところをケアしていくみたいな感じですね。ちょっとスケルトンの呪文を置いたんですけど、ここに関しては先にキングの方にダメージ入ったのでフリーズで補助。ドリルは外周部働きつつ、一応フリーズスケルトントームみたいな感じでね。トームじゃない、フィストンみたいな感じでね、キングの方で単独で突破はできてるんですけど。ここからスーパーボーラーもしっかり進んでいきつつ、フリーズはね、キングの方に割いてしまったので、このトームでご利用していくしかないですね。ドリルの方も投石区画入っていって、ターゲット受けてますが、ここはしっかり第1クロス固めつつ、ターゲットがね、1回潜ったことでずれてますね。さあ、タウン裏のね、リクスケルトンに関してはエレクトロタイタン入っていって、ドリルは当然そこから援軍が出てくるのでね、イエティと一緒に投石区画を突破していきます。クイーンの方はね、ヒーラー消えてしまったので、ここはクローク。キングに当たってここは溶けていくかな。ただこれ、ロイちゃんキングの方がだいぶ物量いますね。アーチャーの方がしっかりターゲット取ってくれてたので、ここでクイーンがようやく見つかってますが、その先にスーパーボーラーが飛んできて、ここにブーメラン入りつつ、ストライカーとロイヤルチャンピオン届いて、GG ですね。おー、いいボーラーバウンド。強っ。さあ、ナイス全開ガーサス。レベル高いですね。さあ、編成すごいですね。61にライトニングドラゴンが2体とロケバルとスーパードラゴンとドラゴンカーニバルが始まりました。まずはイーグル砲の区画をライドラで削っていって、本体のスーパードラゴンは3体のみって相当少ないですね。V ヒーのスーパードラゴンよりも少ないですよ。イエティの方でしっかりこれはターゲット取れてるかな。さあ、シューターが動いてる間しっかり確認しつつ、イエティの方でターゲット取って、こういったサブユニットを非常に多く使わなきゃいけないので、本体は3体しかいなくなっちゃったって感じです。おお、ライドラ2体ね、しっかりサポートというか、ケアも含めてのライドラ2体で両サイドカットしていきつつ、あとは61なんですけど、モノリスとかに打ってくんのかな、これは。ロケバル使って対空砲の方までしっかりこれ落としきれましたね。これシューターと隣でこれライドラがウィズ島越しに対1クロスも追ってくれたり、真ん中やはりモノリスの方を天才で追っていきました。で、スーパードラゴンでターンホールだけお願いしますみたいな感じですね。レイジターン乗ってこれウォーデンの HP とかもね、当然3体しかいないので、マルチ IT の攻撃がウォーデンに入っちゃって HP 減って先にトームが出ちゃうとかいうのね、そういうの結構負け筋であると。インビジブルとレイジがあるんですけど、ちょっとだけ遅かったですね。多分ホーミングに合わせる意図のね、トームだったと思うんですが、1発2発と両方受けて、ここでインビジブルでタウンホールをケアしていきましたと。対1クロスまで降りたいですね。あとはヒーローで降り切るプランなので、さあ、スーパードラゴンは非常に強い。
ダウンポイズンを受けながらもしっかり仕事をしてくれます。さあそしてシューターの燃焼ダメージだけでクイーンが処理できましたね、3次区画。で、残ったところをヒーローで削っていくわけなんですけど、クランジョが残ってしまっているので、しっかりこういうところもね、加味してポイズン持ってきてますね、今回。さあ、ちょっとずらしたところからロイちゃん使ってるんですが、対地クロスのターゲットが入っていきつつ、投石のところをね、先にここで潰してしまえばクイーンに被弾が入らないと。で、裏にシューターから出てきたスーパードラゴンがまだ残っていきつつ、さあ、ラバ処理もきっちり決めていって、ブーメランだけ飛ばして、なんか真ん中飛んでった？ライドラのチェーンが入ってたのかな？フロスティのボムが入ると対地クロスの攻撃力も収まり、ここでディギーが止めてくれると。クロークも残ってすごいプランですね、これ。スーパーボラン強。強。勝手に金庫殴ってるだけなのに。さあ、これすごいプランニングですね。ナイス全開。さあ、チャオさん。今のみたいなやつもさ、なんか思いついたとしていけるかどうかみたいなところ。難しいよね。71天才、えぐい、投石2発、イーグル、あとレジターかな。チャワさんも、ジャスマック E 入ってから少し時間が経ちましたが、オーデン、なんかすごいんだけど、ラバニを初手で、なるほど。ヒーローと逆にしていくパターンですね、ラバルを。で、残ったバルーンは少しだけ貯めつつ、タウンホールの方は何かで取っていくのかなと、今はバトルドリルなんですけど、ほっといて後で刺すのかな、これは。タウンホール周りを先に飛ばしていくみたいなイメージなのかな。追加でバルーンもどんどん出していって、もう本当に初手で、ツーサイドラバルですね。本当の意味の。ここでトームをかけていきます。タウンホールの方はなんか起動していって、これタウンホールを先に落としていく。えぐ順序が逆になっていく。さあ、インビジブルいいですね。完璧。モノリスの方もマルチ IT の方もケアしていくっていうイメージだったんですが、完璧かのように見えて、ちょっと意外と届かない。マルチまでいけないか。クランジを潰せば、援軍出てこない。えぐいな、それは。オールが。うわー。で、あとはヒーローで削っていくって感じですね。もうこれでバルーン全部出し切ったと。だいぶえぐいプランだな、これ。ちょっと流れていきそうですが、むしろそっちから入る方がよろしいかと。モノリスのターゲットが、でも外周部から結構内側入っちゃうからね。さあ、ここでドリルを使って、ウィーンと、モノリスの方まで走っていきまして、そこはしっかりフリーズをかけていく。いやー、なんだそれ。すごいな。チャーさんもね、昔からちょっと変わったプランニングをするというか、キングだけ内が入ったのこれめちゃくちゃ強くて、対地クロス両方折りつつ、ポイズンが余ったんでね、クランジを潰せたんで、ロイヤルチャンピオンの方までキングで潰していって、ツーサイドパートも。見習いオーデン強いですね、こういうところ。ヒーローに対してがね、基本的にはかなり能力的に活かせる感じだもんね、見習いオーデン。いやー、えぐいなー。相当クリエイティブですね、お互いに。なかなか珍しいアタックが多いですね、これ。だからね、ヤッターさんぐらいじゃない？なんか普段見るようなアタックしてんの。すごいな。ガクのね、ドラゴンも相当奇抜というか、思いついたところで実行するか、すごい悩んじゃうようなアタックだったんですけど、こちらもなかなか面白いアタック実行してきましたね。さあ、カズマくん、リターン型のクイヒーのホグですね。いや、えぐいな、今のは。なんだろう。タウンホール14とかの時に、なんだっけ。なんかネタ編成の大会みたいなやつがあったりするんですけど、こういう時に使われるようなやり方の一つでしたね。先にラバルやって後からヒーローを飛ばしていくみたいな。スペースステーション時代のね、ブラジルのプランたちも結構ではないね、一切。本当にたまにやってることがあったんですけど、14の時に。これが今回入った感じでしたね。リターン型なので、一旦最初はこのクイヒーは、ルート作りなのか、何か施設を目的とした削りなのかをしていって、下の方、9時の方ね、イエティの方でサイドカットを行ってるので、本命クイヒーをそっちに通していきたいっていう狙いになりそうですかね。キングのためのサイドカットかもしれないけど、何かしらのサイドカットをまずはこっちで切っていって。で、投石まで回収したらリターンで戻すんじゃないかな。
はい、回収して9時からなのか上からなのかってところですが、9時の方はカット入れてるので、まあ、キングをそこ通しつつ、キングオブカットまで、キングじゃないね、これは食い火だね。同じように食い火ただただ歩かして、まあ、このクイーンの祭壇のところを穴開けして、内側2層入れるとめっちゃ強いな。イーグルが残るんでそこにドリルかな。面白いプランですね。で、キングの方のサイドカットを3時側していってホグラッシュ。わかりやすい。わかりやすいけど、このプランも相当シンプルに見えて相当複雑なので、思いつくのが本当に難しいですね、これは。まあ、リターン型の食い火って結構ね、想像力が大事になるので。トルネ解除は美味しいですね。後々ドリルが通るところだし、まあ、バルーンで援軍釣れたのを見て、援軍釣れるんだそこってことでホグを追加で投げていくとね。さあ、援軍全部釣れていきました。ちょっとここレイジ打つには火力の薄い場所なので、このアイゴレ3体の処理に、ポイズンめっちゃ美味しい。打っちゃってもいいかな。これ終わった後に。時間の方ちょっと気になりますね。キング、フィスト使っていって、ロイヤルチャンピオンの前ね、ちょっと対策されてましたね、ここ。ドリルの方がここから入っていきます。ホールブレーカーも硬いもありましたね。さあ、ここでレイジをかけていって、隣入っちゃうか。でもいっそ。イーグル早く切ってほしいな。イーグル切ってくれ。出てきたのスーパーホグか。マジか。面白い。イエティなのかと思った。ドリル入ってんね。スーパーホグとスーパー D が入ってますね。クイヒーの方は速攻のクロークで、時間も意識してっていうところですかね。で、フリーズかけて、クイヒーの方レイジ置いて、ロイちゃんって出してるこれ。手元にまだ残ってますね。フリーズかけつつ、ここでトームかけていって、ロイヤルチャンピオン角度変えて、どこか別のとこから出していきましたね。下から来ましたね。単体ホグでここはインビジブルまで使ってタウンホールを突破させつつ、ボールブレーカー2枚目、本当はもっと違うとこ、クランジョとか安いのとこつけて、食い火で落としていくような形を取りたかったんじゃないかなっていうところですが、これブーメランで落とせそうですね。マルチ IT まで突破していきつつ、反対マルチというところなんですけど、時間の方が足りない。俺も相当クリエイティブだけど、すごいな。さあ、クマさん。もともとね、GS で去年のね、世界大会出場してて、今っていうか、海外のね、クランに結構参加してたんですけど、チャスマック EA の方に入っての参加ですね。チャスマック EA の方もね、結構メンバー変更多いところで、久々に日本クランでの参戦ですかね。61天才でマルチ IT 対1クロスのところを天才で降りつつ、イエティウィザードサイドカットから始まって、キングをそうなると、反対だった。クイーンをまずは展開していく。大砲まで、ジャスト。モノリスのターゲットだけね、しっかり気をつけた射程の場所から出してあげると。突撃艦かなじゃあ。ロケバルでしっかりケアしていきつつ、突撃艦を差し込んでいく。エアスユザイ。落としていきました。モノリスと、レイジ打たないんだったら、援軍釣りというか、横のね、邪魔っていうところなので、削ってったっていうイメージですかね。なるほど。オールブレーカーまでつけていって、クイーン単体でそっちに入れていくんですね。面白い。で、ここに、ポイズン。このポイズンめっちゃ刺さるね。ゴブリンとリックスケと。ちょっとアイゴレうざいけど、こうなると。ワンチャン、クイーンにレイジ打つのはさすがにか。フリーズかな、ここは一旦。クロークから入っていく。で、キングフィストで、暴走させつつ。クイーンの方でイーグルマルチまで行きたいんですけど、どうでしょうかっていう流れですね。ポイズンタワーもね、タウンホール周り固まってるので、ここちょっとね、苦しいポイントですね、一旦。ポイズン受けつつの、突撃艦じゃない、ラバハウンド添えての一気のレイジトームですが、被弾が結構重い赤バク食らいつつ、ポイズンタワー食らいつつ、ここね、絶対トーム合わせたかったところですね。からのこのトルネはえぐい。トルネがなければかなり綺麗に突破できそうだったんですが、あるとここでバルーンが落ちていく。このためのポイズンタワーですよね。ポイズンタワーね、タウンに届く前のバルーンが食らうの結構きついんですよね。クイラバとかでもかなりきつくて、トルネまでセットになるとこうなっちゃいますね。スケルトンの呪文を使って裏からストライカーを合わせていくっていう流れだったんですが、今回はね、本体が消えてしまってるところでね、
8個撃破されていく形になりました。破壊率の方がね、さっき 93% っていうラインがあったので、そこを超えれるかどうかっていうところですね。80% ちょっと超えていくところ。80ちょっとですね。届くか。迫撃砲がギリギリ切れない。ウィーンが偉すぎる。ダーチャがね、この闇の弊社を削るまでちょっと飛ばしていきましょうか。84からキャンプの方はバレませんでしたが、時間が間に合わず 84% です。さあ、ホッサン。スケイン部かな。スケルトンインビジブルっぽいですね。ってなると真ん中2つになりそうかな。スケルトンなんで両方。マルチだったらコウモリ使いそうな感じですが、やりやすそうなのは下だと思うけど、この1マスずれ下の方が打ちやすそうだよね。反対サイドってどうなんだろう。そうだよね。わかる。さあ、これはしっかり決まっていきそうかな。いい削り方ができてますね。モノリストッパー、タウンホールの方まで起動しちゃいそうですね。これが結構ね、モノリスト、タウンホールが近いところの配置の最近の特徴ですね。タウンホール起動できるようになってるっていうところ。さあ、この突撃艦美味しいですね。マルチ IT プラスで、だいぶ施設も削れて、おでん像あたりまで。キングでタウンホール取りに行くのかなこれは。ジャイキングからのクイーンですね。やはりこれはキングでタウンホールを目指していく形なんですけど、第1クロスがレイジタワー乗ってるので、ちょっとだけ時間を置いてこのレイジタワーの効果が切れるのを狙った少し時間を貯めたイメージですね。ただちょっと火力の方がね、タウンホールも起動してることがあって、フィストのところまでしっかり伸ばしたいので、なるほど。相手のクイーンに反応して、しかもストライカー処理までできたんで、これめちゃくちゃ美味しいですね。すげえとこに行けばかるな。一旦フリーズを挟みたいですかね、これは。挟まない。ここで挟んでからのフィスト。防衛キングはトルネード、インビジブルがないので、これはもう一度フリーズを挟んでいって、キングの方はたどり着けるかタウンホールへ。たどり着いていったが、どうだろう、フェニックスついて、えぐい空罠が解除されていく。これ取れるかどうかめちゃくちゃ大事なんですけど、ちょっとだけ足りないかな、どうだろう。さあ、無視してタウンホール、無視してラバルをスタートしていって、3時が切れた後にロイちゃんぶつけるとかそういう感じになるのかな、これは。さあ、オイラバストライカー1機のトームを、ここはまだかけていかないがかけていく。どっちやねん。さあ、マルチ IT が切れて、しっかりタウンホールの方にね、ロイヤルチャンピオン向かうような角度から。当然ですがね、大工が直してしまうので、その前にっていうところですね、ここは。フリーズをかけて、ロイヤルチャンピオンブーメラン。ちょっとね、忙しかったのか、対地までぶっ飛ばしていきつつ、あれこれかかるよね、最初かけてたね。あとは外周部フリーズかけていくって形ですが、おそらくロイヤルチャンピオンはこっち側とか、9時とか、この10時の投石機をケアするような予定だったと思うので、タウン起動がやっぱりプランニングとしてしづらいかな。移動してることがあんまり多くないからね。ただでもこれよくこんなにバルーン残せますね。ロイちゃんがほぼいなくなってしまったところなんですけど。フェニックスでだいぶ罠をね、解除してくれてたので、今当たる罠の数は結構少なくはなったんですが、ここでバルーンが落とされていって、ロイヤルチャンピオン分ってだけが本当に最後防衛施設、ね、ブーメランピョンってやっただけで全回取れそうな説にはなってるんですけど、90%。ハデス、インドラにクローン、スケイングではないよな、さすがに。インビジブルないかと思う。ポイズン持ってきてないですね。超強気。結構インドラ編成はポイズン割と必須だと思うけどな。どうなんでしょう。なんかこの攻め見たことあるな。どっちが、誰が先なんだろう。スケルトンの呪文を置いてからインドラ。で、突撃艦で、モノリスなのかな。マルチ IT の方をちょっと飛ばすね。リスクもあるプランニングだと思うので。いいですね。本命しっかり解除していきつつ、ここで一気のトームをかけていく。
インドラ編成、ポイズン積まないと結構援軍の中身によってはだいぶ止まっちゃうので、個人的にはポイズン積む方をおすすめはしたいですね。しっかりクローン入った形で、モノリスの方まで突破していきつつ、マルチ IT のところも突破。もしかしたら今日の対戦のあれで、援軍の傾向としてあんまり細かいの入ってなさそうだなって感じ取ってそういうところを採用してるっていうのはあるかもしれないですね。相手がわかんないクラン、アンノーンっていうんですけど、そういうの。そういう時だったら結構、ポイズン積んだ方がいいって感じですが、今回の場合は、そうではなくて、対戦相手の傾向とかも掴んだ上で採用してるならありですね。今回は見習いオーデンがインドラの方に寄ってしまって、内側一緒に走ってたんですけど、ここでようやくヒーローの方に戻ってきましたね。ロイヤルチャンピオンも追加していきつつ、呪文はないんで、あとはもうヒーローの能力で突破していきたい。さあ、見習いウォーデンもここついて、ウォーデンもついてというところで、ライフオーラが20に入ってますね。ロイヤルチャンピオンもね、地味だけど相当 HP 上がりますからね。ロイちゃんと見習いウォーデンの相性も意外と高いです、これ。キングも非常に硬くなるしね。サブーメラン飛ばしていって、黒く残ってるので、これは行きましたね。サタイチクロスの方もここでイギーが止めてくれると。それだけでも十分ですね。あとは、ロイちゃんは落ちていきますが、ここで HP の上がったキング。相手のキングのね、ライフオーラはね、外れてるので、こっちだけ一方的に HP バフしといて、ずるいですね。あとは、黒く残って、GG と。最終的にはクイーンのみかな、残ったのは。ですが、ヒーローペット3体も従えて、ナイス旋回。最終アタック、クラウス、クイヒーホグ、リターン型でクエイク一発入ってますね。タウン起動かなんかするのか、それともウッドランチャーに切り替えてなのか。もしくは突イエティのところをクエイクで調整する何かがあるのかって感じですが。さらっとキング出てきます。ストライカーをここで当てている。一瞬ちょっとおでんぞ残りそうな感じもしたので、追加した感じかな。リターン型なので、まずこのクイヒーで、ある程度、狙いを定めたクイヒーとちょこっと展開していってというところですね。さあ、援軍釣れちゃいましたね。時間的にちょっとかかってしまうかな。タウン周り削って、これタウンホールに突撃艦投げそうなもんですが、突撃、違うな。タウンキャにクエイクなのかな。スーパーディガーとかでタウンホール取るパターンが何度かあったりとか、その辺に、バルーンとか、インビジブルタウンキャに使うんじゃないかな。ここでちょっと、なるほど。結局シューターにするのか。シンプルなやつでしたね。ヒーラーの方を守っていく。からのアーチャー処理も加えて、ちょっと時間使っちゃってますね。ターン前に。ここがどう響くかっていうのが大事になってきます。オールブレーカーあるんですけど、普通にここオールブレーカー割いても強いルートになってるんですけど、ここでリターンして、速攻のくじ。援軍は全部釣れてるので、ホグのタイミングっていうのはもう好きな時に始めれる感じですね。ラバルだったらほぼエアスイの向き考えて3時からっていう展開だと思うんですけど、ここがね、ホグライダーっていうユニットなので、どこから行っても良くなってはありますね。初手とも挟むなら12時区画っていうのが割と、ストライカー処理でね、ロイヤルチャンピオンも突破できるので。でも結局下からでしたね。火力的に、と面の細さっていうのを採用した感じかな、3次展開っていうのは。あと、クイヒーとの組み合わせがあんまり良くないですね。12時だとこのクイヒーと合わせるには。ロイヤルチャンピオンもしっかりここはね、突破しつつ、シューターの方は割ともうタウンホールだけ落としてくれればいいのでって感じで、もうここは解放していきましたね。出てきたのはスーパーホグですが、ボムターとマルチ IT、レイジタワーも乗ったことで結構火力が高くなり、裏のこの12時っていうのがね、やっぱり、ストライカー3体全部飛んでいく。トーム欲しいポイントなぐらい火力が高いところっていうところでね、12時はトームのバリューとしてはでかいところでしたかっていう、さっきは言ったんですが、
クイーンの方は黒く残ってるので、余力としてはね、前回いけそうですね。下の方もバーバリアン回収入りつつ、ロイヤルチャンピオンもようやくここでクイーンがたどり着いて勝利を行い、スーパーホグも強いですねってところなんですけど、時間が間に合わず。終了しまして、12対14。破壊率の方はね、ほぼ同じぐらいの展開ではあったんですが、90% 台の時間切れみたいなのがね、90、93、95かな、最後も。それぐらいのね、惜しいアタックがたくさん続いてましたが、全回としてね、しっかり星数重ねたのは、チャスマック EA の方でした。非常にレベル高かったですね。お互いに、特に序盤がね、本当にクリエイティブなアタックが多くて、チャワさんのね、初手からバルーンを飛ばしていって、みたいなやつとか、ガクのドラゴン混ぜこぜのやつもすごい面白かったですね。再現性としてはなんかドラゴンのやつは割と使えそうな感じはしますが、どういった配置に刺さるのかとかちょっと難しいですね。個人的にはライドラで落とせるかどうかっていうのは、イーグル砲をね、突破できるかどうかっていうのはめちゃめちゃ大事な気がします。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録お願いします。さよなら。